車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日は、ベゼルの EHEV ハイブリッド2024年式マイナー5を全体的にねレビューしていきます。でこれから走ってレビューなんですけれども、その前にねちょっと外装とかの変更点を軽く上げていきます。まずね、見えるところで言うと、このグリルの周り、マイナー前はこんな感じでね六角形が強かったです。今度はここ下側がね外まで張り出してバーンとね、立派というかこうごついというかこう迫力の感じが出ています。このベゼルね、面白いのはまずグリルを中心に見るとね、結構ボリューム感というかワイド感すごく強まりました。でヘッドライトを中心に見るとシャープ、今ねちょうど LED のデイライトついていますけれども、これ光っていても光ってなくてもシャープです。ごめんなさい、グレードはねこれはZ です。320万円、いい方のグレードになります。でねちょっと斜めから見ますと全体的にはクーペ風、そうね、クーペ風でありつつリアシートとかね結構スペースありますし、頭上もねそんなに苦しくないです。例えばスズキのフロンクスあたりと比較すると、同じクーペ風のコンパクト SUV といってもねだいぶ余裕があります。でフロントはね、フロントガラスは結構この天地方向が狭いです。この辺りやっぱりクーペ風ですかね。であとはサスペンションとか変わっています。でタイヤはこれ、ブリヂストン銘柄が今日ついていますね。18インチの、グレードです。じゃああとねリア周りはね、ここテールランプの両サイドが変わりました。ここ1段水平で、ここ1段水平、2段のね平行にフラットな、光り方をしています。マイナー前はねここに四角いのがあって、こんな感じでねポコポコってしていたんですけれども、マイナー後はねここ2段の平行な感じになっています。であとねインパネ周り、ちょっとね前行きますね。あと中で言いますと、シフトセレクターの上、エアコンパネルの下、ここのね形状が変わっています。マイナー前はねちょっと独特の形というかベゼルらしい感じだったんですけれども、今回はねオーソドックスかつ立派に見えるようなね形状になっています。さあじゃあここからはね、車を運転しながらのレビューになります。今日はね自分一人です。今乗ってるのはね自分一人で、この状態でレビューをしていきたいなと。でね、さっきの続き、このマイナーチェンジを経て、でこのベゼルが良くなった点の一つが静粛性という話です。でこれやっぱりね乗ったらすごく分かります。でそうね、今日何本か動画撮ってきて、朝からね夕方まで動画撮ってきて、今これでね最後の動画です。でそんな感じで1日百数十キロを走っていまして、で乗っていて思うのは静粛性、このね路面がいい時の滑らかな感じがねすごくいいです。これ前に乗ったベゼル ZX、マイナー前のモデルね乗ってから結構時間経っていますけれども、こんなに静かじゃなかったなんていうのをね感じます。このそうね、路面がいいところにいるとすごくねこう耳障りではない音質の、ノイズが聞こえてきます。で路面のざらつきがあったりするところはね、どうしてもギャップは大きくなってしまいます。静かな時静かすぎるとうるさい時にうるさく感じやすいって、こう人間の耳ってね自動レベル調整があって、自動的にねその周りの音に合わせて耳の入力を調整してくれる、人間の機能の一つとしてねそういうのがありますから、静かなの味わっちゃうとこの路面がざらついてくると少しうるさく感じやすいで、そのギャップを大きく感じやすいっていうのはありますけれども、大体の場面でこう滑らかで、静かだねと、コンパクト SUV の中だとこれだけ静かだったらいいんじゃないかなっていうね、そんな音になります。で音質的にはね、低音域、低音、中低音、中音、中高音、高音ってある中で低域と中低域がちょっと出てるかなというね、消すの難しいところなんですけれどもね。で前期モデルのベゼルの場合は中音域が出ていて、
全体的にはね、そうね、バランスがいい音質っていうのかな、耳障りに感じにくい音質でした。今度は、静かになった分だけね、消すのが難しい低音域の音が、残っちゃったみたいなところはあります。そうね、この辺りが、マイナー前ではなくて1個前の初代ベゼルの時に少し感じが似ているかなって気がします。初代ベゼルがすごいね低音域だけ残すような、そうした静粛性のノイズの聞こえ方だったんですね。今回も同じような感じと言いますかね。で、滑らかなところすごい静かで、これはねハイブリッドでエンジン止まっていたらもうさらにいいですよね。駆動と、人間のなんていうのかな、駆動とエンジンを切り離せるっていうのも聞いているでしょうし、あとはね、ちょっとざらついた路面でその低音域がゴロゴロする時で、こういう時ね、今はメーター読みで60キロちょっとでして、こういった時になってくるとエンジンの音がねすごくねこのゴロゴロしたタイヤの音に紛れます。紛れるということはエンジンの存在感がねほんと消える。これびっくりですね。ちょっと踏んで高めの回転数でかかっても一緒ですね。ちょっと上りなんで踏んでみましょうか。今かかってますけれども、加速中にブーンブーンってステップ制御してる時以外はねもうかなり消えてくれる。この辺りがねそうねベゼルの静粛性のいいところなんじゃないかと。市街地とかね低速走行時にエンジンかかるとうるさいのはありますけれども、エンジンの存在感ねしっかりある。で、こんなにかからないでよって思っちゃいますけれども、通常走行中である程度速度が出ていれば、エンジンの存在感がねしっかり消えてくれるっていうところはねありますね。じゃああとね、ハンドリングとかパワートレインの話いきましょうか。じゃあハンドル周りからいきますね。乗り心地、ハンドル周りいっちゃったんでいきますね。ハンドル周りはね、結構軽くて、どちらかというとねコンフォートタイプの感じです。ほんとこんな感じ、スースーとね回っちゃう。ハンドルのそうね表面の皮も柔らかいですし、軽い力で軽く回せるみたいな感じですね。これによって低速で走る時なんかはすごくね小回り利くねって等身大というか体に馴染む車というか、そうねもっとちっちゃい車乗ってるような感じ。この見えるところとかもそうかな。フィットあたりと比べてもそんなに変わんないような感じでね、すごくね軽い力でハンドルが回るので、例えばね狭いところに行って重いとよっこいしょみたいな感じで切り遅れちゃうことってのがね稀にあります。特にクーペとかかな。出かけて帰ってくると疲れちゃってハンドル切り遅れちゃったわって時がね出てくる。特にエアコンついてない車乗ってる時とかね、自分それでおーって時があったんですけれども、ハンドル軽い車はねそれが起きにくいです。くくってきた時に車の小回り性能プラスハンドルを切る時間っていうのも影響してきますから、本当に困った時とかもねもうクッて切っちゃえばクッと回れる。で、ステアリングギアレシオもねこの回す量に対してタイヤの打角がつく量も大きめ、クイックな方向に感じられるんですよね。すごくね交差点とかで曲がっていく時とかもちょっとね慣れないと切りすぎちゃうみたいな感じで、コーナーに入る時もそうなんですけれども、本当効きがいいというよりは打角が素早くつきやすいと。ちょっと雨降ってきちゃったかな。この辺りベゼル一つ特徴ですかね。で、もう一つね特徴があります。この動かし始めの部分がね結構ね抜けています。抜けているというかね、言葉にしたら緩いということになるんですけれども、反応しないわけではなくて応答性がね遅いんですよね。応答性が遅くてちょっと時間を置いてから、反応しだすみたいなね。で、ここがそうね滑らかというのかな、余計な抵抗感ない感じで、すごく気持ちいい。
もうちょっとねこうホールドしてよと、例えば直進とかね中心固めてよってこう話も出てくるかもしれないですけれども、この辺ね固まってなくて、この辺すごい穏やかでね、でちょっと時間を置くとじわーっと効いてるのが分かる。この辺がねこのマイナー5ベゼルのいいところかなと、自分はねいいところとして取りたいです。というのもね運転がね面白いです。例えばねこの左手でこう微妙にこう本当にちょっとだけねハンドルに力をかけておく。で反対側も本当にちょっとだけねこう押し込む方向に直線でも微妙にこうどっちかに力をかけておいて、その車のねゴムの部分のたわみを取っておくとか、それでよく走れる。これがねもうすごく面白い。最初ねそうね慣れるまで時間かかって、ようやくね今日一日朝8時から乗っていて1日乗ってきて、この難しいのが楽しいでから気持ちいいねって走れるようになるまで今日1日かかりました。自分の走りたいように走れるまでね1日かかったみたいなところなんですけれども、で慣れてきたんでね、さっきちょっと今日山道の方来てますのでちょっとくねくね道こう元気に走ってきたら面白いと、楽しいねと、この良さあります。ハンドル周りから感じる楽しみってねいろいろあると思うんですよね。車によっていろいろ良さがあったり短所があったりで、その短所を克服するのが楽しい車もあれば、気楽に乗れたりとか何も考えずに思い通りになるのが楽しかったり、いろいろあると思うんですけれども、ベゼルはねこのゴムのたわみとねこう中心付近の抜けている感じ、緩い感じ、ここをどう処理するかで、どう滑らかさを持ってね走らせるか、この辺りがね自分にとって面白かったです。本当ねこう直線走っていてもね微妙にこうどっちかに力加えておくとふらつきにくく走れたりとか、次のコーナーでねスッと入れていけたりとかで、その先はね先ほどの話のように効きがいいですから、このつながりをどう処理するかとかね、すごく面白かったです。でそうね、で乗り心地ね、マイナーチェンジで変わった大きなところみたいですけれども、これすごく分かりやすいです。今日18インチを履いたタイヤの、グレード Z でして、Z でもねそうだな2人乗った時がすごく良かったです。今日昼間ねちょっと2人で乗っていて、1人の時とすごくね違いが分かりやすいというかね、足のバタつきがなくなって、もうバタン行くとこがなくなってね、2人の時はすごく良かった。で1人でもすごくいいというのかな、多少足回りのねバタつくところ以外はサスペンションの動き始めとかこうすごくね柔らかく動いてくれますし、そうね、一人で乗っていてもサスペンションのね動き始めの部分がこうプニュプニュっとこう動いてくれるので、そのゴムが動きやすい、ゴムブッシュが動きやすいのも効いてるのかな。もうほんとね当たり柔らかいです。大きい段差でねタイヤのエアボリューム的にこれちょっときついかなっていうところをガツンと超えた時もすごく当たりが柔らかくて、動きやすいサスペンション、サスペンションが動きやすいということは、その重いタイヤをね押さえつけるのが押さえつけにくいとほんと紙一重なところなんでね、バタつくところもある。でもそれ以上に乗り心地柔らかいと感じやすいところがね、そんなにね車が動くふわふわとかしわじわってわけではなくて、そうね動きやすくて、でもドライバーには伝わってこないところでそれを処理してくれてる、衝撃とか揺れをドライバーの気づきにくいところで処理してくれてるって感じが的確かな。で一人で乗ってるとちょっとバタつくところあるけれども、2人乗るとねそれがもうかなり軽減されるみたいなね。でマイナー前と比べるとやっぱりサスペンション動いてくれた方がいいねっていうのがね、荒っぽさが消えてすごいこう
上品というかね上級な車になったみたいなところはありますね。お値段はこの車で320万円で EHVX は290万円です。値上がってますけれども、装備良くなったところもありますしね、センターコンソール周りが立派になったっていうのもあるので、ベゼルもともとそうだな、クラスをねどこに取るか B セグと取るか C セグと取るかにもよって、この価値観変わってきまして、どっちにしてもねそんなに安い車ではなかった。どっちかというと少しお値段するけれども内装が立派みたいな車でした。でこのマイナーチェンジ後のベゼルはね、内装だけではなくて乗り味で300万円クラスに見合ってきたなみたいなね、見合う乗り味だなっていうのをね感じます。そうね、そこにはハイブリッドというのもありますしね、ハイブリッドなしの300万クラスとも例えばハリアーとかと比べてどうかな。さすがにハリアーのガソリンモデル300万ほどゆったり感はないのかな。それはボディのサイズとか重量の差もありますので、そこはしょうがないとして、でも一緒までは言えませんよね。この辺にはやっぱりクラスとか車の大きさの壁があると。でもそうね、ハイブリッドで燃費良くて取り回しのいいサイズでほんとね大きく感じにくいんですよね。でじゃあちょっと最後に EHV の話いきますね。これがねダイレクト感増してね、EHV 自分が知ってる中で最良じゃないかなと思うような、1.5 の EHV の中でそうね、フリード、フィット、それからフィット RS ベゼル、この辺かな最近乗ったのが。でこのベゼルの EHV のハイブリッドダイレクト感があってね、特にスポーツモードにするとねアクセルペダルの細かい操作にすごい反応してくれます。これが微妙なねコツコツ感を伴うところもあるので、もうほんとね細かい操作しなきゃいけなくなって、一長一短ですけれども、とにかくねそれぐらいダイレクト感がある。でコーナーに入っていく時とか、スポーツモードにしておくと、この回生ブレーキね、アクセル離した時の緩めた時の減速力強まりまして、これでねクッとね素早く減速に移ってくれて、リズム取りやすいです。じわーっとコクッと来ないギリギリのところでアクセルちょっと緩めて、そうするとフロントが縮み始めるのが分かって、そのままフロント外側にね少し荷重乗ったなっていうのが分かって曲がり始める。このリズム取りやすいのがいいかな。でノーマルモードは普通に乗りやすいですし、加速の時もね唐突感のない加速で、そんなね嫌なところがないって言ったらいいのか。でそれなりの速さはあります。グッとくるような速さというよりはそんなね速さ感じないんですけれども、エンジンのステップ制御が速さ感を盛り上げてくれたりとか、あとやんわりねシートにクーッとね背筋が伸ばされるようぐらいのねゆるーくシートに押さえつけられるところもありますので、なかなかねなかなかっていう感じの加速感です。でそうね、減速シフトセレクターを B レンジに入れるか、それから、このスポーツモードにしておくと停止の時から減速力をね、4段階からコントロールして止まっておく、調整しておくことができる。で好みに応じてね走ることができます。で燃費はね今日、130キロここまで走ってきまして、今 22.4 キロです。いい時はね30キロぐらいが出ていました。ということでね、動画これで締めたいと思います。以上、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。